もこけしです。実はこのこけし、キンシャサのこけしという名前は、ルピー種のあだ名で、数年前から自然にこういう名前になったんよ。そしてキンシャサというのはアフリカの、コンゴ民主共和国の、首都の名前で、かっこいいし、響きがいいからという意味で、昔の自分がなぜかこけしというあだ名に、付け足してたんだよ。だけど当時はキンシャサではなく、キンサシャという風に覚えていて、間違いに気づいたのはその1年くらい後だったんだ。前置きはここまでにして、今回はとあるモッドを紹介します。それがこちら、ガウリル、バーストー、F2 です。いわばバーストーの2世代目で、車好きに固まらない車モッドとなってます。バーストーと似た部分もありますが、バーストーよりもパワフルな8.6リッター V8 とかなんかもあるので、おバカな車に乗りたい方もおすすめなモッドとなってます。それでは行きましょう。まず、前提としてこちらの GTG コモンズモッドが必要なので注意しておいてください。この車は1970年から1976年にガウリル社によって生産された2ドアクーペで、1世代目がノッチバックなのにこちらはクーペという違いがあります。車重は2トンを超えてとても重たいので、ノーマルブレーキだとあっさりとヒートします。そして、警察、探偵、ロードスポーツモデル、トラックスポーツパッケージ、競技用などの豊かな構成も備えられており、中には4000馬力を超えるトラックレース仕様もあります。まずは最低ランクの230に、ハイロックから乗っていきます。外装はこんな感じ。フロントはバーストーンにそっくりですが、リアは全く違います。で内装もややバーストーンに似てますが、こんな感じにシフトノブが動きます。これはかなり画期的ですね。それでは試走します。ハイロックというのは直列6気筒のことで、これは4.1リッター、OHV、直列6気筒を搭載しています。でもこれがとても響きで124馬力を発生させます。別にこれがベッシマとかコベットに積まれていれば問題ないのですが、この2トン超えの車体にこれを搭載するため、パワーウェイトでは否定です。こんな風に、MT 仕様だと高率発進ですらままならない感じとなってます。続いて、291V8 です。これは、262馬力を発生させ、フロントがディスクブレーキになってます。V8 とディスクになったというだけでその他のことは特に変わりません。ちょっと運転が楽になりました。てか車に軽量化という言葉はないんか。今回は AT モデルにしましたが、とても快適にギアが入ります。ただ、エンジンブレーキがちょっと効きにくいというか、そんな感じがしました。めんどいのでノーマルタイプの最高ランクまで飛ばします。だって、中間のはエンジンだけしか変わらんもん。てなわけでこれが最高ランクの 526V8 です。エンジンは8.6リッター OHV、V8 というかなりエグいものを搭載してます。昔の時代は、今のエコがどうのこうのとか、言ってる時代とは違ったようですからね。この時代もさぞかし良かったと思いますね。そして特にアメリカの人の国民性とかもあるんでしょうね。日本のセルシオとかの高級車にしかない V8 をこんな乗用車に積むくらいですから、そういう姉車の潔さは大好きです。まあ、これもほとんど変わりません。ただ、クソでかい V8 を乗っけただけのジョジョ馬みたいな感じです。最高出力は383馬力、現行の GR2 プラが385馬力なので、それより重量や足回りなどの面でちょっと劣ってますがかなり加速がいいです。これ乗ってからエビッシュ、地裁とか、ビジョン、ウィジョン乗るとやけにかったるく感じます。まあノーマルモデルはこんな感じでした。次はスポーツモデルに行きましょう。まず 291V8 トラックスポーツパッケージ。これは先ほどの 4.8 リッター OHV、V8 をパワーアップさせて足回りなどを整えたものです。それでは試走します。この車は5速マニュアルで LSD も搭載されています。最高出力は320馬力で、ノーマルよりかは格段に良くなってます。続いてロードスポーツモデル。これはフロントライトをリトラクタブル化したり、エンジン、足回りのチューニングをいったりした、ガウリルではおなじみのスポーツモデルです。まずは 353V8 ロードスポーツパッケージから。最高出力は321馬力、さっきのトラックスポーツパッケージとほとんど一緒です。でも、足回りの性能が少し違い、こちらはドリフトやスピンがしやすく、フルスロットルにすると結構スピンします。そしてこちらはロードスポーツパッケージでは最高ランクの 526V8 ロードスポーツパッケージです。最高出力は驚異の533馬力、悪魔の Z に近いパワーです。続いて 444V8 ファイアートラックパッケージです。数字だけでもヤバそうな感じが伝わってきます。
サイカブライアット。スカブ。こちらは 7.3L、ヘミ、OHV、V8 エンジンで420馬力を発生させます。むっちゃダッチ感がある。そして、バースト F2 公式の中では最高ランクの 526V8 デラックスパッケージ、ヘルトラックです。これははっきり言っておかしいです。まず、ロードスポーツパッケージのボディに、独自の足回りとセミレースブレーキ、さらに 8.6 リッター、ヘミ、OHV、V8 に、スーパーチャージャーを付け、最高出力は715馬力に。おまけに独自の6速オートマチックトランスミッションや、グリップタイヤなども取り付けられてます。ただのじゃじゃ馬マシンだと、思っていたら、かなりグリップが良く、トラックレースとかに向いていると、思われます。そして、この6速オートマチックトランスミッションはエンジンとの相性が良く、スムーズに加速するも、なんと時速 300km ほどを叩き出します。構成も少し紹介します。まず、インターセプター。なぜかノーマルの 444V8 仕様に LSD やリアディスクブレーキなどを入れてチューニングした仕様です。普通にロードスポーツパッケージをチューニングすればよくない。続いて、ライの仕様。ライノは英語でサイという意味らしく、これは 4WD に改造してあり、足回りもオフロード仕様なので、やはりオフロードを走るようなのでしょう。しかし、FR だったのを 4WD にするのは、なかなか面白いアイデアですね。そして、ナスカー仕様。ファイアートラックパッケージをベースにしており、パワーアップと軽量化が施されてます。ファイアートラックのボディだと、空気抵抗がいいんでしょうね。最後に行かれたトラックレース仕様。これは4298馬力を発生させ、時速 500km 以上は出ます。でも、こうなることはほぼ確定かもしれません。いかがでしたか？やっぱ車っていいですよね。エコなんか考えずにバンバンガソリンを使う車も、なかなかいいもんだと思いました。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。